今日はパンクから生まれたいろいろな音楽、ニューウェーブのスタイルを解説するよ。最初に今日の動画の内容とは関係ないちょっとしたお知らせをしておくね。今後このチャンネルではスノ以外の音楽生成 AI の話題も扱うことにするよ。詳しくは今日の動画の最後に話すね。まずはニューウェーブの話をしようか。ニューウェーブは1970年代後半にパンクから生まれた新しい音楽。今までのロックやパンクとは違う新しい要素を取り入れた音楽だよ。そしてこの時代はシンセサイザーが一般的な楽器になった時代でもある。だから新しい要素イコール電子的な音を使い始めたパンクとも言えるね。クラウトロックはニューウェーブより前に電子音を使った初期のロック音楽。シンプルで反復的な演奏が続く盛り上がりの少ない曲調が特徴だよ。スノでは小文字のクラウトロックも効果がないわけではないんだけど、私は大文字のクラウトロックの方が好きな効果だからこちらを紹介するね。ポストパンクはクラウトロックに影響を受けた暗い雰囲気のパンク。クラウトロックと違うのは曲の暗さと強いエフェクトが使われることかな。ダークウェーブはギター音ではなく電子音を主役にして作られたパンク。ロックやパンクイコール激しいギターの音という連想をする人は多いと思う。だからダークウェーブのような音楽はロック系に聞こえない人もいるかもね。過去にゴシックをテーマにした動画でダークウェーブ系の曲を紹介したことがある。ただダークウェーブスタイルそのものは紹介してなかったから今回紹介するよ。ちなみに触れておくとゴシックロックもニューウェーブに属する音楽の一つだね。ただゴシックロックは以前紹介したから今回改めて紹介することはしないよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな音楽を生成するか聞いてみよう。ポストパンク系のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。ニューウェーブは暗い音楽と明るい音楽両方の系列がある音楽なんだけど、暗い方はポストパンクの系列になる。今聴いた音楽がそれになるよ。それじゃ今度は明るい音楽の方のニューウェーブのスタイルを紹介しようか。明るい方の代表はシンセポップだけど、これは以前に紹介したことがあるね。ということで今回は代わりに 80s ダンスポップを紹介するよ。ダンスポップはこの時代に誕生したニューウェーブ系の音楽ジャンルだよ。
当時のダンス音楽であるディスコとシンセポップを混ぜた音楽になる。ただ現代では踊れるポップス全般をダンスポップと呼ぶのが一般的だね。だからスノでもダンスポップだけでは EDM プラスポップスの曲しか生成できないよ。同じジャンル名でも当時と現代で大きく意味が変わっている場合がある。こういう時は 80s ダンスポップと当時の年代を入れてあげるといいよ。ソフィスティポップもシンセポップの仲間。これはジャズや R&B に影響を受けている。シンセポップの中ではリズムや伴奏が複雑になりやすい特徴があると言える。トゥートーンスカはスカにパンクの要素を混ぜた音楽だよ。最初にニューウェーブとは新しい要素、電子音を使う音楽と言ったけど、実のところ電子音に限らないよ。新しい要素であれば何でもいい。トゥートーンスカはパンクにスカを持ち込んだのが新しいってことだね。ということでトゥートーンスカは電子音が主役になるわけじゃない。パンクの影響でスカよりもテンポが速くなるのが特徴だね。ちなみにこの音楽はトゥートーンやトゥートーンと呼ぶのが一般的だけど、スノだとトゥートーンスカと入れないと効果がないから注意してね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな音楽を生成するか聞いてみよう。ニューウェーブ系のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。ちなみに今日紹介した曲の他にもニューウェーブに該当する曲はまだ多い。以前紹介したネオサイケデリアや前回のエレクトロもニューウェーブだよ。ニューウェーブ音楽は新しいものを取り入れることだけが定義だから何でもありになってしまって統一された曲調というのがないね。だからニューウェーブという分類よりももっと細かい分類の方が分かりやすい。ポストパンクとかシンセポップとかゴシックとかサイケデリックとかね。そういう曲を総称してニューウェーブと呼ぶとだけ知っておけばいいと思うよ。それじゃ最後にこのチャンネルのニューウェーブ新しい要素を話そうか。長々と続けてきたスタイル解説だけどさすがにもうほぼ全てをやり尽くしたよ。スノで効果の出る音楽ジャンルで紹介してないものはほぼないと思う。でもスノでは良い効果の出ない音楽ジャンルはまだ大量にあるよ。それはスノの今後の進化に期待したかったけどちょっと難しそう。 X で軽く説明したけど7月末にスノのドイツ裁判の判決が出たよ。かなりスノに厳しい判決だったと思う。
今後のスノの学習データはかなり減りそう。つまり今後のスノのモデルは対応できる。音楽ジャンルが増えそうな感じはしない。むしろ減っていくような気がするね。学習データが減るってのはそういうこと。スノでは無理だけど他の AI なら作れるという音楽も今後は出てくると思う。だから私も今後はスノに限らないで他の AI の性能も調べていくつもりだよ。ただ誤解しないでほしいんだけど、今後も基本はスノの話が中心になる。他の AI はスノと比較してどうかという話しか基本的にはしないよ。スノユーザー向けに他の AI の性能を紹介するって感じの動画になるね。それともちろん今まで通りスノだけの話をする動画も作るよ。だからこのチャンネルの方向性はそんなに大きくは変わらないと思う。ネタ切れしたから他の AI の話もする。そのくらいに思ってくれればいいよ。コメントでリクエストがあったので最初は Google フローミュージックをやるよ。具体的な話はその動画の中で話していくことにするね。それじゃまたね。